こんにちは。こんにちは。所沢園芸ゆうきさん。はい。お久しぶりです。お久しぶりです。今日はですね、文人の小白の説明を細かくしてみようかなと思いまして、はい、やっていきたいと思います。はい。今日クールな。今日はそうですね、ちょっとコメディアンって言われちゃったんで、真面目にやろうかなと思って。わかりました。はい。はい、お願いします。お願いします。お願いします。この黒松は数年前に作風展に出されている黒松になります。はい、私が出したんじゃないんですけど、今これも枝を抜いた後になっちゃうんですけど、もっと枝がたくさん3、4箇所ありました。ただやっぱ文人木の大事なところっていうのは、幹の細さや動きに合った枝葉の量になってるかっていう点だと僕は考えてて、幹がすごい細いのに枝がボーボーっていうのはどうしても重く見えてしまう、枝の肩口の出方とか枝の妙味とか枝と枝の間ですね、間がなくなってしまうと景色が出にくい、全体のフォルムしか見なくなってしまうので味がしない感じになっちゃうと思うので、まず僕はここにあった裏枝の1箇所重いところを抜きました。はい、裏枝も抜きましたね。でもこれでもまだ多いと僕は思ってて、そうですね、文人だとなんか枝少ないイメージがありますけど、なんでやっぱ文人っぽい幹模様なのに葉っぱが多いっていうのは模様木って言われることが多い。本当のまだ実を引き出せてないっていうものだと思うので、まだ課題となっている裏枝に3ブロックあるんですけど、ここはもう1箇所くらい抜いて、全体の棚の大きさっていうのももっとちっちゃくできればもっと味出てくるかな。なるほど。で悩みながら切って植え替えちゃったのに今ここで止まってる感じです。なんかこの右の一番下の枝とか切っちゃってもいいのかなとか。それはねよくみんな言いますね。教室の生徒さんとかお客さんもやっぱそう言いますけれども、ここの1点から約3つくらいの枝が出ている。自然ではなかなかこうはならないわけですね。1点から力が集まって1箇所から枝が出るっていうのはなかなかないと思いますんで、こっちかこっちかなと僕は思ってますね。ここかここかここかここ切るっていう感じで、で今考えてますね。あとは文人木っていうのは僕は品が大事だと思ってて、例えばこっちの今こっちまた後で説明しますけど、例えばこうやってアルミ線が見えてるとか、上根がごちゃごちゃ出てるとかっていう点は植え替えの際に細かく処理していかないと綺麗な足元って出てこないんですね。なんでこっちの黒松はいろいろ巻き根がたくさん出てたんですが、それは徹底的に処理して今この状態になるようになってます。この黒松に関してはまだもうちょっと減らせるなっていうのが現状ですね。それ今減らさない理由はあるんですか？これもう完全な私の技術不足。技術なの？まだ先が見えないというか、まだ迷ってるってところです。なるほどね。確かにこういう古い木だともう一回抜いちゃうとね、そうですね、またそこを戻すの大変ですからね。枝抜くのは一瞬ですけどできるの10年くらいかかっちゃうから、あと、商品っていうのもあるんじゃないですか。今ね全体に葉っぱを多めに残すのが流行ってるというか、モコモコしてる方がね、こう売りやすいっていうのはあると思いますけど、それの兼ね合いもあるかもしれないですね。業者さんならではの。そうですね、自分の趣味で持ってる木だったらもっとバチバチ平気でいっちゃうんですけどね。そういう点は今悩みながら、ただ月日が過ぎていけばもちろん枝葉も増えていくんで、そうなるとまた見え方変わってきますから、そこで新しいその時の考えがまた新たにあると思うので、そういった感じで一発で作るのももちろんできれば理想ですけど、持ちながら木の変化とともに木を作っていくっていうのもありじゃないかなとは思います。こっちのそのれは今日この後枝を抜きます。でそれはさっきも説明した通り、この肌の来てる古い幹と木目がよく出てるシャリとか流麗な幹の動きに対してこの頭、大きすぎる。で典型的なやっぱりこの乃木にしてたというか、上が強くて
こういう日の当たらないような下枝が弱くなってきてるっていう状況を打破するためにも、チョーブとよく繁茂している枝のブロックはバッツリ抜いて上からやるのがいいかなっていう作業を今日はやろうかなと思います。はい、この辺のね動きとか見えたいですね。そうです。せっかく木の持ってるいい部分を今引き出せてない状態になるので、木のいいところを見つけながら枝抜いていこうかなと思ってます。はい、で次はこっちの模様なんですけども、スーってこう模様がなかなか激しい模様がない、中でここから模様が入って、今カメラの方向けると分かりましたかな。文人の木とかでやっぱ流通してて多いのは、やっぱ幹が太くなっちゃったりとか、足元が熱持ってたりとかして、こう上は細いのにと、そういう木は結構多いんですけども、この木の場合は割と幹の元のところも熱を持たずに太らせずっていう感じで作ってきた木なんだろうなっていうのが分かる五葉松ですね。落ち枝がね効いてますね。落ち枝は1ブロックでゴッと重くなるよりも、あえてちょっとこう高低差をつけて軽く見えるように、文人木はリズムも大事なんで、頂部に向かってるリズムがなんでそれが出るように、あとは葉性もいいのでなかなか多分太りにくい性質だとは思いますね。やっぱ枝数が多いと太っちゃうんですか？枝数が多くて葉がでかいとかだとやっぱ太りやすい性質になってしまうんで、だからこれから文人を作ろうっていう方はなるべく太りにくい性質のもので作っていった方がいいですね。雑木にしろ松にしろ。性質っていうのは要はその葉性ですね。分かりやすく言うとね、葉性がだからちっちゃい方は太りにくいということです。八つ房系の御用は太りやすいと思いますけど、これ別に八つ房でなくてこの今葉性なんですよ多分。八つ房でも葉ちっちゃいですか？葉ちっちゃい。でもこう大きい鉢に入れてブルブルって太るのも早いので、そういうイメージもありますね。八つ房だと文人木って作りにくいかもしれないですね、逆に。あんまり見ないかもしれない。確かに、やっぱ太くなっちゃうので、もう細さと動きと、あとはこの枝がちゃんと肩口から降りてるかとか、落ち枝がこう真下にスーって落ちてるところがいいとか、何かしら絶対にこう見どころっていうのがあると思うので、そういった点に注目しながら素材を見つけたりしてもらえればいいんじゃないかなと思います。じゃあこの木よく見ていこうと思うんですけど、まず欠点としては、ここに3つ同じ間隔くらいで枝が出ている点が違和感。奇数が綺麗とも取れますけど、ここちょっと多いですね。あとは最初に動画でも言った樹幹部ね、ここの頭の部分がとても多い。これ差し枝はどこになるんですか？差し枝ね、候補はここなんですけど、ここがここになるんですけど、今後はね、でもここがねまだ弱いんで、ここがね、ここに力がいくように上側をちょっと押さえていかないといけないと。要はダメかなっていう感じです。じゃあそこの下の3つのところ、ここはこれ以上大きくしたくないからある程度抜いとかないと、って感じですか？そうですね。今も見る限り完全にここがすごい強くなりそうな感じなんで、あとはさっき文人木作るときは、裏側の枝をちゃんと裏側で作らないとダメです。グイッと持ってくるんじゃなくて。そうですね。やっぱこう皆さん正面からしか見ないから、正面からだけのビジュアルを重視するんですけど、文人木の場合は裏枝を裏枝にちゃんと見せることで、その奥行きがない木でもこう奥行き出てくるというか、枝数が少ないからやっぱ見えやすいのかな、そういう部分がかもしれない。よく際立つってことかな。なんで、この枝ね、樹勢で言えば取っちゃいたいけど将来的にはいい枝になりそうな候補なので、なるほど、今回は取りません。あと樹幹部の説明もしたし、枝を抜いていこうと思います。まず候補1、裏側です。その元の幹から肩口が約大体40度とか45度くらい下に自然に向かってる枝っていうのはなるべく使いたいし見せたいところなんですけども、裏側のこの部分ですね、水平より上に出てますよね。ゆえに
上に向いてる枝は力つけやすいんで、ここは太ってますよね。なんでまずここは切っちゃおうかな。で、まあ太枝今切りましたけど、ざっとね、こうやってなんか内側に使えそうな枝があるなと思って残しておくのがもちろんいいです、ただこの場合はもう上側の枝を下げてくればこの枝の全部代わりに、今切った枝の代わりになりますから、全部取っちゃいますね。とりあえずまだ頭は最後にやりますから、ここは今こういう風にして、で後で陣にもしますけど、でここの最初に言ったこの3点ね、まあ間の感覚で言えばここ取りたいんですけど、よく見てみるとこの裏にこうおしゃれな細い陣があるんですね。ここの出てるところが見えない、ここなんですよ。これってちゃんと、ここが分かれてるんですね。そうです。で仮にじゃあ僕ここ取ろうと今考えてますけど、ここ取ることによって陣の出てるところが見えるし、あとこの肩口のこの模様と折り方っていうのは悪くないんで、ここを取っちゃう。で目立つところなんで長めの陣にしてもいいんだけど、裏側にねいい陣がありますから、ここはなるべく目立たないような陣にするのがいいかなと思いますね。心拍なり、このソナレとか心拍の分陣もねたくさんあると思いますけど、シャリは最低限あればいいと思う。なんか分陣のシャリってあんまりないかな。目立ちすぎちゃうんですよね。枝が少ないと心拍ってやっぱ陣シャリの動きであったり太さに着目しがちじゃないですか、でもやっぱ分陣技っていうのはその肌の古さであったり、肩の枝の出方、とかであったりその細さであったりに注目するんで、割とやっぱ玄人向きの樹種という玄人向きの樹形にはなると思いますね。盆栽始めましたっていう方がいきなり分陣ここ細かいところまでなかなかねすぐは分からないと思うんで、であとは裏側も少し強いんでボリュームを落とす。軽さが大事。前枝は前枝じゃないや、この右側のブロックはすっきりしたこんな感じですね。であともう一箇所新たな課題が見つかったんですけど、どうしようかな。ここの裏枝同じ高さで2ブロック出てる。本当だ。こことここの間に枝がなさすぎるとこれはこれでまた別のものみたいに見えてしまう。一体感がなくなっちゃうかな。ね、だいぶもうここ切っただけでめちゃくちゃ軽く見えるのはもう私だけ。こっちを取りたいんだけどっていう感じでいつも一人で喋りながらやってるんですけど、想像できますね。なんででも結構寡黙なタイプなんで出会ってからずっと喋ってるじゃないですか今日も。そうですね、口から生まれたいから言われたことないそうですね、先に時間分やりましょう。難しいですね。それこ悩んでるちょっと枝抜きは大体引き算といいますか、ここを抜いたらこの枝が代わりになって、ここが空いたらこうなるからこうなって、こっちの枝を持ってきてこうっていう計算をして枝抜きはした方がいいですね。でさっきのここ切っても上から枝を持ってくればここカバーできるよみたいな。そうですそうです、ことですね。とにかくとりあえずじゃあ太いから抜いとこうじゃ絶対木できないと思うんで、であと文人に限らず、五葉松、心拍何でもそうですけど、頭は小さい方がいいです。それなんでかっていうと、やっぱほっぽっておいたらどんどん上に伸びちゃって、どんどんサイズが大きくなります。なるほど。小さい木ほどもう本当頭を潰して頭の勢いを抑えて時勢が全体に均一になるようにっていう管理ができる方が肌も着やすくなりますし、管理も楽です。展示の時はちょっと残すんでしょ。でももちろん、あとは頭って小さく潰して葉っぱ少なくしても絶対一番最初に多くなります。なるほど。力がいっちゃうんで、なんでじゃあ頭抜いていきたいと思います。立ち枝とかもやっぱ優先的に抜いた方がいいですね。
上に向いた上に向いてる枝、強くなっちゃうから、この辺は結構抜くようだな。でよくこういう面白い変な変わってる枝の出方かな、こういうところもまあ見えてきちゃうは見えてきちゃう。まず1箇所目、前ね、今結構大きいところに来ましたね。すっきりしてきた。すっきりしてきた。まだ横から見るとこの辺りですね、この辺りは枝が大きい。こういう枝使いにくいんだよな。でもこの枝をやっぱ下ろしてこっち取るのかなっていうのを今考えてます、ね。プロの方とかデモンストレーションでパカって枝抜くけど、あれは結構前に計算してると思うんだよな。ある程度考えてるでしょう。じゃなきゃできないですね。僕だけかもしれないけど。今この枝のブロックとこの枝のブロックがちょっとかぶるんで、構想としてちょっとこれを下げればここ埋まるな、でもまだちょっと大きいかなとかを考えてます。あとはこれがその盆栽のいいところで、減らしすぎちゃった場合はまた増えるから、やり直しはできると。そう、やり直しは全然できる。まあその致命的でなければ。ここなんか食いつきみたいな感じで考えてる感じでいいんですかね。そうですね。枝のこのね節も短いから、食いつき枝みたいな。ここがよくもっとね広げて枝が増えてくればいい感じになってくると思うんですね。この裏側だいぶついてきたんじゃない？ソナレはね結構胴吹きがしやすい樹種なんで、これは作りやすいな。結構痛いですよ。手入れすると痛いね。あとは針金かけながらかけるときに、頭の部分はもっとディテールまでこだわって抜いてもらっていいと思います。だってこの最後苗のこの裏側2箇所ね。ここですね。前から見るとここの枝がまあよくよくボリューム出てきたらここ見えなくなると思うんだよな。で裏枝がね大事っていう話もさっきしましたけど、多いので、もうここはこっち抜いちゃおうかな。だいぶこのくらい葉っぱは減りますけど、あとは陣を削る時もねなるべく動いている細く陣が動いている風な具合で削った方が雰囲気は良くなる。今とりあえずこれだけね3分の1くらいには抜いたかな。そうですね。どうですか。だいぶ軽くなった。サイズが幹がね見えるようになりましたね。あとその今言ってた落ち枝か。落ち枝なしと落ち枝なくてもいいと思うんですよ。この木の場合は右側にさっき言った子供があるんで、これがなかったらやっぱこの枝いると思う、けど流れとしては、木左流れでその落ち枝確かに欲しいけど、こっちが逆側の流れで流れを緩やかにしてるので、割となんか一本でこう流れまとまっちゃいそうな樹形な感じですね。あとはここが幹もろに隠してるんで、植え付ける見る角度とかはちょっと変えた方がいいかもしれないな。ちょっと起こしたりとか。起こせると思う。起こした方がいいと思う。やっぱこの枝いらないな。やるとこれよ。でもまだちょっと多いんだよな。まあでも現状こんなもんじゃないかな。なるほど。今田口さんが言ってたし。ちょっと起こして。こうか。あとここの根処理をきれいにできるかどうかですね。このままこの角度で植えるとなるとこっち側が地表に出てきてこっち側が土の中に沈むんで、大丈夫かな。こっち側シャリ出してシャリは土の中に入っちゃってもいいと思うし、ここは後でぐーっと広げてもいいんじゃないかな、外側にね。かぶんないように。簡単にやるんだれば僕はいつも割り箸とかで畑口を広げちゃうんです。でどうせこうやって割り箸とか広げてても外したらやっぱすぐ戻ってしまうので、広げるときはちょっと思ってるより
強めに広げておいた方が効くんじゃないかな。まあこんな感じにしとけばちょっとはかぶってるところがね、見えるあれになると思うんで、あとはこういう強いところ、ここはちょっとねだから力がついてるところなんで、しっかり勢いを抑えて内側に力がいくようにしてあげること、まあ、これで起こしすぎかもしれないけど、もうちょっとですね、もうちょっと頭減らしてみるだんだん減ってくるんですね。これがね危険なところなんですよ、ね、もうちょっともうちょっとってやってるうちに全然なくなっちゃうみたいな。幹がこう来て右側に出てるんですよね、頭の中間部後方が。でこういったこういう感じなわけですよ、幹の動きがね。で理想はやっぱこっちがこう閉じてる空間の中の枝が今ここにあるんですけど、こういうのは本来は使わないんだったらすぐ取りたい。閉じた空間の中に枝があるとより狭くなっちゃうんで取りたいんですけど、これを下ろしたいからこれかな。何もなくなってきちゃういいんですよ、一回寂しくなる、絶対、絶対最初寂しくなるから、頭は絶対最初寂しくなるから、みんな結構それがやっぱね、度胸いるじゃないんだけど、できないよね、そういうために我々がいますから、これですよ、これ、もうちょっと考えていい？ちょっとね、嫌だよね、この辺が重たい感じですけどね、やっぱここだな。で下げる、そう上から下げていけばいいから、そうそれで下がっていくんで、はい、もうこれでやめます。本当は針金かけ植え替えまでやりていいけど、なかなか終わんなくなっちゃうでこれをやっぱ心拍に変えちゃった方が早いっていう声も多々あったんですけど、衣替えね、衣替えしてね、でもそなれらしい木だなと僕は思ってこのまま作ることを決めたんですけど、心拍だったらよくある感じですもんね。そうね、まあやっぱちょっとだけ雰囲気違うシャリの感じとか、幹の花の感じでね、このそなれで作れば別に継ぎ跡もないし、だいぶ軽くなりましたね。軽くなった、これやりすぎちゃうくらいになっちゃいますねここもゆくゆく取るようかもしれないよ、ここの枝もね、ゆくゆく今は取らないけどここの枝も切るかもしれないね、理由としては幹全部見えるようにするために、ここの枝が充実してきてボリュームが出てきたらここは切る方法になりますね。下の枝を切って上を下げると。そうですね、でこういうふうに一回今回こうやって大きく枝葉を透かしましたけど、枝がまた増えてくれば見え方が変わります、でまたこの枝いらないかなっていう考えも出てきたりとか、本当にこの角度でいいのかなとか、じゃあやっぱり最初の角度に戻ろうかなとか、文人芸は丸鉢に植えることが多いのはそういった点がありまして、飽きない、見飽きない木ってよく言うんですけど、毎日見ててもちょっとしたこういう角度の違いで見え方が変わる。例えばそれこそ日の当たり方でも違う、のでじゃあこうしよう、来年ここ植え替え、こう枝切ろう、もっとこの枝こうしよう、頭もうちょっと減らそうかな、こっちもっとこうやって伸ばしてこようかなとか考えると長く持てる木。文人はよく昔からうちではそう言われますね。見飽きないゆえにどんどん磨かれてって肌もきて味が出てくる、長年持ち続ける、っていう点が文人樹形のいいところなんじゃないかなとは思います。なるほど、どんどん深く考えちゃうんですよもっとこうした方がいいんじゃないか、もっとこうできる、こうしようって考えてるんで、あっという間に月日が経っちゃうと、これは僕ら仕事でやってる人間もそうだと思いますよ、とりあえず今回こういう形で姿を出しましたけど、またどこか気になるところが絶対出てきてっていう感じになるかな。もう締め入ってます？締め入ってない入ってる？入ってないけど、まだ入ってないの？ちょっとふざけたこと言うと文人技みたいな大人になりたいなでもね、こうやっぱ若いうちは欲であったりとかがいっぱいあるだろうから、無駄な枝も多いと。そう、
でもそういうのが年々どんどんなくなっていって、最終的にはこう細いけど迫力はないけど味のするような大人になりたいなと心の中では思っております。はい、ちょっとセンチメンタルな話になっちゃいました次行きましょういいですよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、なんか枝を抜いてるうちにテンションが上がってきましたね。勝手に一人でまあだから最初のやっぱ印象と大きく、まあ、葉っぱが少なくなったんでね、変わったと思うんですけど、基本的にこのくらい枝を抜いたら葉がもちろん少なくなりますから、一回そのなんていうんだろうな、盆栽的な価値というかね、その充実しているという点では価値は落ちますよ。落ちちゃいますね。はい、ただやっぱね、皆さんジャンプする前は一回しゃがむと思うんで、まあ、今このしゃがんでる期間ね、うちもう一回良くなるジャンプをするために一回しゃがんでると思ってもらえれば跳躍しやすいじゃないですか。皆さんによく言うんですけどね、枝抜くとやっぱ寂しくなっちゃったっていう方多いんですけど、それはあくまで今だから、将来を見据えた枝抜きをしましたので、今回はこういった形になりました。なるほど。でここから針金かけて、って感じ。そうですね。だから例えば針金かけます、目かきします、植え替えますっていうところまでやるとすると、今薄めの丸鉢に入ってますよね。もちろん見た目は今この方がいいです。ただ目的は将来の木を姿を良くするためっていう形で今回枝を抜いたので、僕だったらもうちょっと深めの鉢に入れて粗めの土で植えますね。勢いを全体につけさせて葉数を増やして、でそれがまた 2,3 年後植え替えるときはちょっと細かめの土にして、細い根っこをどんどん出していって枝先に味わいを出していくまあ今3月なのでちょうど植え替えの時期がいいじゃないですか。だからそういうのもよく考えるんですけど、まあこれだけ枝を切ったってなったら根はやっぱさばけますよ。根も切れると。そうです。この上が前のまま根っこだけガー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 処理しちゃったら上を支えてる根もなくなってしまうんで、なのでこのグレーダーを抜いたらやっぱ植え替えはセットでやった方がいいと思います。じゃあ今年植え替える？やるつもりです。でしばらくは培養というか、もちろん商品で売り物ではあるんですけど、自分も楽しみながら管理していこうかなと思います。じゃあそのままいけば、じゃあこの春植え替えて冬に針金かけしてみたいな。そうですね。まあ芽かけは植え替える前にやってあげますけど、まあそういう植え替えをするときにちゃんとシャリもきれいにしたりであったりとか、陣シャリも細かく作ったりとか、後でやろうはやりませんから、多分やるなら徹底してその品を求めた木ぶりになるように作業した方がいいと思います。あと影がね、最初見てなかったかもしれないけど、この陣がね見えるようになってきた。こういった飾った時の陰影も楽しめる、そういった点も文人はいいところかなと思います。以上真面目すぎた。いやいや、ありがとうございます。お知らせございますか？4月の18日土曜日、19日日曜日は、当店で、展示会を行います。この建物の中でだいたい20席以上、大物から商品の石飾りとか個性的な飾りまで展示会を行いますので、お時間のある方ぜひお越しください。お待ちしております。あれ、なんか囲み屋さんとかも出してるやつ？そうです。花機械の方にも書籍出していただいたりしてね、まあ所沢あたりかな、界隈を中心にした展示会なんですけど、まあ春の展示会ということで新緑であったりとか、まあ花が咲いてたりだとか、こう季節を感じるような展示会になるようにみんなに協力してもらうので、来た方も楽しめるようにね。この時期そんなにイメージないですもんね、展示会のね。そうです。盆栽飾るの難しい時期なんですよ。だから面白いかもしれない。例年ですとこう藤が咲いてたりだとか、まあ街道とかの花が咲いてたり、そういったのが楽しめる。盆栽始めた方でも楽しめるような展示会になるように、まあ、もちろんクロートの方も楽しめるように、いろいろ考えてやっていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。じゃあお待ちしております。お待ちしております。盆栽 Q のチャンネル登録もこちらからよろしくお願いいたします。Please subscribe。ありがとうございました。ふざけちゃった、また。ふざけちゃった。ありがとうございました。ありがとうございました。